はい、不動産 G メンの滝島です。今日はですね、苗場スキー場にやってきました。スキー場苗場ですね。見ての通りですね。今夏が終わって秋に入り、夏でも冬でもないということで、いつも以上にもしかすると閑散としてるかなというような状況ですね。越後湯沢から車で25分ぐらいですかね。約19キロ、20キロ弱の距離ですが。この20キロをですね25分で下道で来れるっていうのがまた地方のすごいところですね。で今回ですね、ここのですねリゾートホテルですね、が今どういう状況なのかというのをですねオーナーさんとともに見て回りたいと思います。いわゆる限界リゾートみたいな感じですよね。そうですね、追って詳しくご説明します。はい。なんか軽井沢とかは上がってるみたいな話も聞いたりするような気もする。軽井沢爆上がりしてますね。はい、やっぱり今この地方のリゾート地が上がるか上がらないかっていうのがですね、外国人資本ですね、いわゆるインバウンドってやつが注目するかどうかで決まっちゃってるような状況なんですね。でこの苗場はあまり外国人に注目されてない、なぜか、ということで閑散としてると。かつてはですね1987年に公開された、もうみんな名前はよく知ってる「私をスキーに連れてって」というですね映画で一世を風靡したんですが、今はこんな感じですね。じゃあちょっと見ていきましょうか。ここは西武ビラ苗場といいまして、西武さんが開発したリゾートで、1号棟からですね棟が並んでいるんですが、1から3号棟が初期ロットで販売されたビラになってます。でこれが3号棟で、ワンルーム系のビラになっているそうです。はい、どうもよろしくお願いします。滝島です。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。これちなみに、はい。いつ頃どなたがお買い求めになられたんですかね。私の父が、はい、30年ぐらい前にはい買いまして、はい、なるほどなるほど。これ東宝を見ると、はい抵当権が抹消されてますけど、当時はい600万円ついてたんですよ。600万円ぐらいで買われたんですかね。私もまだ物心つく前だったので、はいはい、父は1000万ぐらいの買い物をしたって言ってたんですけど、はい書類見るとそんな、600万って感じかと。なるほど。そうするともしかしたら頭金で3、400万入れてトータル1000万ぐらいだったのかもしれないですね。その可能性はありますね。はい。なるほど。そうですね。でこれが1号棟で向こうの方にも棟がずっと並んでる感じなんですよね。はい、そうですね。何本も立っていて、はい、で昔はこのビラシリーズのお客さん用の専用のゲレンデもあったぐらいなんですけど、そうなんですか。もうユーザーっていうか来る人お客さんめっきり減っちゃったので、こっちの専用ゲレンデは閉じて、でもうみんな向こうにちょっと車で5分10分移動してプリンスのゲレンデ行かなきゃいけないと、そんな状況になってます。専用ゲレンデは今ただの山になってるってことですか。そうですね。それも切ないですね。はい。ちょっと早速中拝見してもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにお父様はここは何目的で買われたんですか。もう家族の、使うために。そうですね。なるほど。でこの辺りもやっぱりリゾートというか雪用の環境になっていて、絨毯じゃなくいわゆる防水のある床ですね。はい。これ開けて大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい。ちょっと数年ぶりに来る部屋なので、中がどうなってるかも正直わからないんでちょっと怖いんですが。なんかいろいろ書類が。これ靴はここで脱げば大丈夫でしょうか。はい。そうですね。特に決まりがなくて、その家主さんごとに使い方変わってると思うんですけど、向こうまで入ってるケースもあるんですけど、うちはここ一応入り口のようにして、ここからがこれやっぱスキー靴を履いてるから段差をつけないみたいな作りになってるんですかね。そうですね。ここでもう一通り着替えて、ブーツも履いて行くって感じなんですね。行けるようにっていうことで、段差がないということだと思います。なるほど。これあれですね、ガス給湯設備ですね。昔のマンションにはよくついてたんですけど、最近はもうめっきりないですが、これが壊れると結構一大事ですね。10万以上の前後の修理が必要ってみたいですね。なるほど。でお風呂トイレはいわゆる3点ユニットがついてらっしゃるという感じですね。最近もまだ使われてたんですか。数年前に誰か
一度来たかどうかというぐらいで、なるほど。はい、私が来たのはもう20年ぶり近くになります。基本的にはじゃあお友達が使ってらっしゃるって形なんですか、そうですね、はい、お父様の。そうですね、父の知り合いであったりとか、あとは親族親戚が使っていることもあったり、なるほど。はい、このビラから、はい、苗場のプリンスのスキー場までって、はい、定期便が出てるわけじゃない。以前は出てました、はいはい。おそらくその20年30年前は出てたと思うんですけど、出てたんですけど、今はおそらく出てないので、はい、行こうと思うと車で10分か、はい、歩いて20分はい、みたいな、そのぐらいの距離になります。なるほど。これ歩いてだとスキー担いでいかなきゃいけないから結構大はい、変ですよね。はい、そうですね。おー、なるほど。結局ここ来るんだったら、はい、その年間維持費はい、を払う分だけ、はい、苗場プリンスにはい、泊まるお金を払って、はい、年1回か2回ぐらいでしたら多分はい維持管理費、はい購入費用よりはい、プリンス行った方がはい。便利で安いって、まあ、はいそういう状況になっちゃってると思っていて、そうですよね。二段ベッドを置いてらっしゃる。あ、和室なんですね。なるほど、なるほど。このもう目線の高さここら辺まで雪積もるので、あ、じゃあもうベランダ乗り越えてそのまま雪あ、そうですね。で、積もった時はこのベランダのところに階段作って、でこの手すりの上のところから滑り台が作れて、おしゃれですね。家のベランダからもうそのまま雪滑り台作って向こうに滑って遊んでるぐらい、そのぐらい雪がたまると、ここも本当ある意味プライベートゲレンデみたいな、ちょっと奥にね危ないところがあるので、そこはちょっと注意しなきゃいけないんですけど、奥まで行ったら死んじゃいますね、ちょっと。はい、まあそんなのが私の小さい時のなるほ遊びの思い出ですね。ど。で、維持費の方がこちらまとめていただいたのが、およそ年間20万円20万円少し、ですね。まず固定資産税が年間2万1300円。で、町県民税が5000円。で、これガス代は必ずあれですよね、基本料金にかかっていくのが909円 ×12 で1万808円。で、電気代が2500円 ×12 で約3万円。で、水道代が年1万5876円。管理費が1万1500円とかかりまして、13万8000円で年間合わせて22万980円がかかるということですね。これガス、水道、電気はやっぱ止めたらまずいみたいな。回線するのにまだ面倒があるからもう止めることもできないみたいな使感じです。うとするとつなぎ続けなきゃいけないかなと思うので、止めるともう使えないのを覚悟に止めるということかなと思います。なるほど、なるほど、なるほど。なんでここは持ってるととりあえず年間22万円ですね。約1ヶ月2万円弱ぐらいですかね。飛んでっちゃうというところですね。で、ここが面白いんですけど、そこそこ評価額があるんですね、固定資産税の。土地が全体で、1800万円の土地で、持ち分で割ると8755円。で、建物が、149万円の価値があるという設定なんですね。なので、これが、通常都内の物件とかだったら評価額が150万円の物件なんで、少なくとも300万とか場合によっては450万ぐらいでは少なくとも売買できるというのが通常なんですけど、この物件自体が、結構この西武ビラ苗場って、業界では有名物件で、いわゆるとんでもない価格で売買されていると。で、簡単に言うと、10万とか、高くても50万ぐらいで、場合によってはもう0円で販売されてて、よくその0円で買った家に住んでみましたみたいなのが話題になってて、0円で売ってますみたいなことが話題になってるんですけど、評価で150万ついてるのに、市場価格が0円というですね、地方物件あるあるの状況だということですね。そんな中、不動産屋さんからのオファーというか連絡が来てるって話で、これが何なのかというとですね、この買取明細書っていうのがあるんですが、これがまた偉いですね。大阪のですね、免許番号1番の会社なんですが、事務手数料で30万円で、登記費用で15万円ですね。で、ここがまず諸費用でかかりますというところですね。要は、仲介手数料代わりに30万円ですね。これいわゆる法改正された
800万円以下の物件でも30万円の消費税を取れますんでマックス、それに関する30万だと思うんですが、これ移転登記費用っていうのは本来買った人が出すべきお金ですよね。それも売り主さんが払えよと言ってきてると。でまずそこが突っ込みどころ1ですよね。で突っ込みどころ2が買取価格が10万円ですと。お父様が30年前に1000万円近くで買った物件が10万円と100分の1の価格でしか買わないと。ふざけんなって話なんですが、ここが突っ込みどころ2なんですけど、物件処分費用という謎の費用が110万円取られると。でそして謎のキャンペーン割引をしてくれて、もろもろトータルで125万円払ったら買い取ってあげるというですね。はい、もうですから買い取りというよりは何ですかね、ちょっと言い方悪いですと粗大ごみの処分費用並みのですね明細をですねイケシャーシャーと送ってきてるという状況で、これはまずいかがなもんかなみたいなお話が1点あるわけですよね。実際こういうことをする業者は多くて、でこれ処分するのにこれ何がすごいかっていうと、仕入れ値が仕入れれば仕入れるほどお金が入ってくるっていう謎案件なわけですよ。なるほはい、で要はこれ1件あたり135万円もらって仕入れられるわけですね。ど、はい、ですからこれをタダで売るわけだけでまた135万円もらえるんで、これをなんかいろんな人にいろんな理由をつけて売るだけで、右から左売るだけで135万儲かるというような。で場合によっては買った人から仲介手数料までもらえたら175万円儲かるという、美味しい商売をやろうと企んでる方ということですね。でもそれってはい、この物件持ってると年間20万円赤字になるから、そのディスクはありますよね。はい、多分ここには書いてないんですけど、中間省略や何らかんらでやろうとしているか、もしくはもう買う先があるからやってるんですね。そういうリスクがあることはやらないですか、不動産会社は。じゃないかなと思います。やっぱりこの業者さんがはいあまり信用できないよなと思ってるところがありまして、はいはいその地元の不動産会社に、はいこの販売をお願いすると、はいさっき木島さんおっしゃったようにはい10万円で一応売りは出してくれるので、は手出しはないはいというような認識ですと。はいただこういう業者さんにお願いするとお金払うから買ってくれる。でも、はいおっしゃる通りこの後この会社さん買われたところでうん年間20万円の垂れ流しするって何が美味しいんだろうって、はい彼らのビジネススキームが読めなかったので、はいここに手出したらいけないんだろうなと思っていて、はいはいはい滝島さんにご相談したいのも一つ、はいご相談ポイントでした。はい、ある意味ワンルームスキームワンルームもそうなんですよ。ババ抜きでこれマッチングが難しいって言ってもこれ買い先がいるわけですよ、ほぼ間違いなく。でもう135万もらってもう別の人に0円とかでもう売り先が決まってるんで間に入るだけで120、30万儲かるみたいなビジネススキームですね。で、買った人はどうなるかというと、これ0円で買ったものだとしても給湯設備とかお風呂とか、キッチンとかエアコンはついてない、暖房だけですよね。ここはガスファンヒーターとかなんで、そんなかかんないですけど、設備が壊れるたんびにお金が発生するんで、決して0円ではなくおっしゃる通り維持費もかかるんで、それを回収できるかどうかが全てってところですよね。であとここが大変な状況になっている原因の一つが民泊不可なんですよね、おそらく。そうですね。なんですよね。管理事務所だったか、地元の不動産会社さんに相談をした時に、はいはいここの民泊をやるのできないよと。はいはいはい。夏はうんそのフジロックとか、うん一時的な利用者はあるので、そこの時だけでもこうね、経費を補填できるような利用料取れればなと思って民泊も検討してたんですけど、そこはなんかやっちゃいけないというふうな話を聞いていて、管理組合の集会とかには出られたりとかしてないですね。開催の連絡とかってのはちょっと来てるんですかね。ちょっとすいません、定かじゃないです。父父母のところに来てるかどうかですけど、特に意思決定を何かしてるのを見たことはない。なるほど。結局この管理組合がルールを決めるんですね。はい、でなんでその管理組合の中で一定数の派閥を作って、でその中でその民泊可だっていうことを可決するとなんと民泊ができるんですよ。これ選挙みたいなもんなんで、だからその辺で徒党を組めればいいんですけど、ちゃんと調べたわけではなくて、噂レベルなんですけど、中にはすでにオーナーさんの中でもうなんか亡くなっちゃって相続がちゃんと行われず、誰が持ち主だか分からない物件とか
破産しちゃって夜逃げ同然にいなくなっちゃってよくわかんない人とか、あと場合によってはその外国人で連絡がつかないとかいう人も結構いて、実は管理組合が機能してない説もあるんですね。そうすると管理組合が機能してないんで管理規約の変更ができない説もうっすらとあるんですが、ただこの民泊っていうビジネスモデル自体ができて10年ぐらいですから、おそらくそこまでひどい状況にはなってないと思うんですよね。だから逆にその民泊禁止っていう管理規約ができたわけですから、逆に民泊化っていうルールに変更もロジックの上ではできるはずなんですよ。確かにそうです。誰かが声を上げて、いやこんなもう不動産にもう負けのね不動産になっちゃってるから管理規約を変えて民泊管理してせめて利用価値があるようにできないですかみたいな感じに呼びかけることはやってもいいのかなとは思いますね。でこれちなみになんですけど、今不動産業界でですね、ある意味問題になっているのが脱法民泊っていうのがありまして、でちょっと前にですね京都の業者がこれ実際に違反業者として摘発されたんですけど、民泊不可の物件でも民泊をする方法っていうのはいくつか黒寄りのグレーでありまして、一つがウィークリーマンション契約をするってやつですね。これ不動産業者じゃなくてできないんですけど、要は短期賃貸借契約を結んじゃうってやつなんですよ。民泊はできませんと、これは賃貸で1週間だけ貸してるだけですみたいな。でこれが実は京都でめちゃめちゃ横行してて、旅行業界が自分たちの既得権を脅かすってことで不動産協会に呼びかけた結果警察も動いて摘発になっちゃってですね、2つぐらいの京都の業者が名指しで新聞にも出ちゃったんですけどっていうのがあって、これはもう基本的にはできなくなるわけですね。でもう一つがこれ持ち分割合にして、これもともと0円とか10万円の物件なんで、1万円で持ち分を買ってオーナーになってもらってオーナーとして泊まると。なるほど。でいやいや僕これオーナーですからみたいな感じで、究極の話はこの持ち分を365分割したら誰でも365人泊まれるわけですね。でおそらくそれ登記とかせずに書類上のやり取りだけでやってるんですけど、これ多分おそらく刺されると思うんですが、今それでやってる業者がいて、実際その業者はフジロックの時とか4日間9万円で1部屋貸してますね。それは法律上アウトなんですか？今脱法です。違法か合法かじゃ脱法なんですね。なるほど。で一番いいのはもうそういうグレーなことをせずにスキーが好きな人とスノボってできるんですかね、ライバープリンスは。できます。できますよね。スキースノボ好きな人とフジロック好きな人が合同でもう買ってしまって、でそれぞれで計算して年間22万の維持費がホテル代より安いのであればみんなで割り勘で買うのが本当は合法ですね。4人ぐらいで。だからそういう呼びかけができれば一番いいかなと思ってるんですけど、であとはですねやっぱりインバウンドの方がね、来てその SNS とかで「キャーすごい」って日本のリゾートマンションのホテルがタダだよみんなみたいな感じでねやってガーってくると一気に売れるんですね。で彼らからすればやっぱり年間22万円っていうともう貨幣価値は2倍ぐらい違いますから、10万円ぐらいで月1万ぐらいで日本のホテル1部屋もらえて、しかも泊まり放題とかねやったら100歩みたいな感じになると思うんですよね。でそれで夏苗場スキー場でも子どものイベントとかが今やってるらしくて、あと秋は紅葉で冬はスキーで春先はおそらくホタルとか飛んでるんでこの辺りというので活用してもう安く持てる別荘としてもっとアピールすればごめんなさいタダですからね、買う人はいるんじゃないかって思うんですけど、ただこれどこまでいってもババ抜きでタダで買ったけど売れないっていうねことが起こる可能性があるっていうのが非常に悩ましいところで。そうですね。ここが裏の駐車場です。これが広い駐車場ですね。なるほど。なのでバブルの頃はここに冬になるともう車止められなくて、なるほど。
で下の方まで行くとはい100台ぐらいですかね止めるスペースあるんですけど、もう全然止められなくて、遠くの方まで行かないとタイミング悪いと止まれないぐらい、そのぐらいユーザーはいましたね当時は。いやー、なんかうまいことできないですかね。もったいないですね。この見上げたところがはい。ゲレンデでしたね。へ全部ここがゲレンデでした。リフトとかも撤去しちゃったんですね。でも懐かしい。敷地が広大だからプライベートゲレンデとは言ってもゲレンデにたどり着くまでは結構大変ですよね。ちょっとありました。はい5分ぐらい歩く感じはあります。ここが昔車道、はい車道っていうかここ通れたので、はい。親がここまで連れてきてくれなてるほど。すぐ出たらゲレンデっていうのもあります。ここもう全然影も形もですね。でここになるほど以前はリフトが右側1本、左側1本で、これが多分リフトの名残ですよね、きっと。でプライベートなのにゴンドラまであって、はい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 。でゴンドラで10分ぐらいですかね、降りてくるのも30分ぐらいのコースが1本あったぐらいの規模だったんですけど、当時でもこれ持ってたらめっちゃ自慢できてたでしょうね。そうですね、うん当時はやっぱり家族で毎週のように来てましたし、うんあとは友達呼んで来たこともありますし、で、おそらくこう1000万で買ったものがいずれ2000万3000万になると思われてたでしょうね、きっと。そうですね、うん一時的にはやっぱり値段上がった時期はあうんりましたけど、あまり気にしなくなって使わなくなって気づいたら今みたいな、そんな感じになっちゃいましたね。もったいないですね。で向こう側に見えるのが、フジロックやってるところかなと思います。私もフジロックは行ったことない全く分かんないんですけど、で昔はここから向こう側の苗場スキー場までシャトルバスが出ていて、こっち側のマンションから出たらもうゲレンデまで行ける、そんな状況だったんですけど、今ないので行くとしたら歩きか車と、そんな感じですね。これなんか全部で大きい建物だと500室あるらしいんですよね。で500室全部仮にタダで買えて、1部屋あたり維持費が20万とすると年間維持費が1億ですから、34億円資産がある人だったら、そんなちょっと机上の空論ですけど全部屋買い占めて2年間頑張ってリフォームとプレゼンして売却したら儲かんじゃないですかね。23億でこの規模のもの建てれないですからね、絶対34億では。はいでもきっと私たち以外にも同じような状況の方、いるできっとしょうねいると思って、うん年間多分、日本人でまとめて考えても年間何百万何千万って使いたくないけど垂れ流れてるお金があるのかなと思うと、この建物1個あたり1億円が垂れ流れてるってわけですかね、総額で。そうですね。一大事ですよね。多くの日本人が苗場がこんなことになってるなんて知らないでしょうね、おそらく。苗場スキー場自体冬はそこそこ稼働はしてます。で、昔ほどじゃないですけど、お客さんもいますし、子供用のゲレンデというかキッズイベントみたいなのが、たまに小さいのあったりみたいなのはするので、遊びに来る分には十分な場所だと思いますね。何が雪質が良くないんですかね、苗場。北海道とかに比べるとやっぱりちょっと北緯下がってる分、雪はちょっとサラサラ感少ないですけど。少ないんですかね。こういうとこはもったいないですね。こんな地下のシャッター付き駐車場なんてこの基礎作るだけでもすげえ値段かかってるんですよ。これもパッと見廃墟ですね。こんなに寒いとは思いませんでした。いやいや、本当冷えますよ。なんか全然僕は大丈夫です。皮下脂肪がついてるんで。まずパッと見お部屋はすごい綺麗じゃないですか。なんで部屋の維持費とかはそんなかからないでしょうし、短期ですからね、そんなめちゃめちゃ期限する必要もないと思うんですけど、管理組合がどの程度ちゃんと動いてるかどうかで、良くも悪くも建て替えの話って全然出ないんじゃないかと思ってですね。で管理費と修繕積立金をちょちょ払いながら、通常ですと耐用年数的にあと7年で終わりますけど、実際築46年でバッチシ壊す大規模 RC の建物ってないですから、10年
以上、おそらく20年とか下手すると30年ぐらいはだましだまし使える可能性があるんで、それをタダじゃないですけど安く泊まれる自由に使えるホテルとして使うニーズが海外の人たちに皆さんねカメラの向こうの海外の皆さんが買ってくれるっていうニーズがあると、その手放しをする時に手出しなくできるかもしれないってことですね。今教えていただいたその海外もそうなんですけど、やっぱりこう最近ね日本の土地が資産が海外に流れてるのは思うところあって、なのでもしね今滝島さんの視聴者の方でスキーとかスノボとか興味ある方でもう買ってもいいなって興味ある方、もうぜひ直接ご相談いただけると、ぜひぜひご相談ください。フジロックのホテルがフジロックって僕行ったことないんですけど、なんか泊まるとこはなくてテントとかで泊まってるんですよね皆さん。でテントで4日間過ごすよりはこちらで4日間過ごした方がいいですし、2段ベッドもすでにありますし、ここ和室に布団を引けばここも3人ぐらいは寝れますよね。だから5人とかで泊まれますから、もしかしたら毎年ただフジロックに使うだけで、あとはもう好きに使えよみたいな、ただし出ていく時掃除してねみたいな風に使えば、ワンチャンありっちゃありかなと思いますね。あとはリモートが今流行ってますから、この月込みで2万円で部屋を買ってでリモートして仕事がある時は新幹線乗って東京行くみたいな人とかにもいいかもしれないですね。やっぱり20年ぶりに来ましたけど、見てここ入ってみるとちょっとやっぱり思い出あるなと思って、なのでそのファミリーで、こういうところ使っていただくような人がもし見つかると一番嬉しいかなとは思ってます。なんかタイとかベトナムとかそういう雪が降らない地域の金持ちの方とかですね、中国の南の方の方とかが買うにはすごいいいと思うんですよね。でもなんかあんま外国人に買ってくださいって言うと海外に日本の資産を流す約束業者だっていう人もいるかもしれないですけど、残念ながらですね、海外の人に頼らないと日本の地方の経済はもう立ち行かなくなっちゃってるんですよ。残念です本当に。